メモリ 96GB。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、MSI サイボーグ15になります。お、ゲーミングノート。はい、今回はスケルトンデザインで見た目もかっこいいゲーミングノートパソコンを紹介していきたいと思います。最近のゲーミングノートはかなりかっこいいものが多いわよね。です。なので今回はこのスケスケゲーミングノートをじっくり見ていきたいと思います。スケスケって言い方。ちなみに今回は分解なんかもやります。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはホームページから確認していきます。トップ画面にはイケメンのお兄さんとノートパソコンが映っています。顔隠すならこのくらいイケメンの方がいいわよね。どういう意味？で、このゲーミングノートパソコンの特徴がまず書かれています。このゲーミングノートパソコンはサイバーパンクの世界をイメージしたデザインになっていて、最薄部 21.95mm、軽さ 1.98kg とスケルトンを用いたデザインが特徴みたいです。スケルトンの部位などは後ほど実物で確認していきましょう。さらにその下にはスペックが書かれています。今回紹介するサイボーグシリーズにはいくつかのバリエーションがあります。CPU はインテル Core i7-12650H かインテル Core i5-12450H。GPU は NVIDIA GeForce RTX 4060ラップトップ GPU または NVIDIA GeForce RTX 4050ラップトップ GPU。この CPU と GPU の組み合わせで複数のラインナップになっています。今回レビューしていくのはその中でも一番高いスペックの、インテル Core i7-12650H と NVIDIA GeForce RTX 4060ラップトップ GPU を搭載したサイボーグ 15H2VF859JP になります。その下にはスケルトンデザインについて色々と書かれています。WASD のキーやバックパネルやヒンジ部分など様々なところにスケルトンが入っています。さらにその下には CPU の説明が書いてあります。今回のインテル Core i7-12650H は、P コア6コア、E コア4コアの10コア16スレッドの CPU で、インテル公式ページのスペックを見ると、P コア最大 4.7GHz、E コア最大 3.5GHz、キャッシュは 24MB、最小 TDP35W、最大 TDP115W となっています。その下には GPU について書かれています。レイトレーシングはもちろんのこと、3000シリーズよりも性能が上がっており、さらに DLSS3 にも対応となっています。その辺の性能については後ほど詳しく検証してみましょう。また NVIDIA Max-Q と呼ばれる技術も搭載されています。NVIDIA Max-Q？簡単に説明すると、薄型軽量ノートパソコンにおける TDP の範囲内に収まるように消費電力と発熱を抑えつつ、可能な限り高い性能を発揮できる電圧と動作ロックで GPU を動かす技術になります。続いてディスプレイについては、ゲーミングモニターでは標準となってきた 144Hz のモニターとなっています。その下には新設計のクーラーやその他のスペック、そして最後には IO ポートの詳細が書かれています。こちらも後ほど実物と合わせて見ていきましょう。こんだけの性能のゲーミングノートパソコン。高そうね。そう思いますよね。このゲーミングノートパソコンの価格ですが、15万9800円になります。20万とかいくかと思ったけどそこまでなのね。じゃあシュラミサンタにこれをお願いしようかな。では実際に実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。開け口は箱の上部、映像だと手前にあるのでそこから開封していきます。開けると綺麗に梱包されたノートパソコンが出てきます。とりあえず本体は後回しにして、付属品から見ていきましょう。本体の下にはステッカーと紙が入っていました。台座の下には他の付属品が入っていました。付属品は電源アダプターのみ入ってました。こちらの電源アダプターは 20V6A の 120W のものとなります。PSE マークなどももちろん記載されています。差し込み口はマウスになります。ということで付属品はこれだけになります。かなりあっさりしてるわね。必要最低限ですね。それでは続いて本体も見ていきましょう。スケスケゲーミングノートパソコンね。どのぐらい透けているのか楽しみですね。ということでこちらが本体となります。全体的な色は黒ベースのガンメタっぽい感じです。天板にはみんな大好きドラゴンがしっかり入ってます。結構ダークな感じでかっこいい色合いではあります。裏面には MSI ブルーゲーミングと切れ目が入っており、中がうっすら見えるスケルトン仕様になっています。いやーこのスケスケ感たまりませんなー。ただの変態じゃん。スケルトンは側面にも施されています。ではこのままインターフェースも見ていきましょう。こちらは本体の左側になるのですが、ケンジントンロック、USB 3.2 Gen 1 タイプ A とオーディオコンボジャックが付いております。続いて右側は電源、LAN、HDMI、USB 3.2 Gen 1 タイプ C、USB 3.2 Gen 1 タイプ A となっております。こちらのタイプ C は映像出力にも対応しております。左側よりも右側にインターフェースが固まっている感じです。
個人的な意見としてはできたら左側にインターフェース系は固まってくれると FPS ゲームや編集などするときに嬉しいなとも思います。続いては内部です。ディスプレイのベゼルも太すぎず黒ベースでかなりかっこいいです。キーボードもポイントでスケルトンなのも男心くすぐりますね。こういうのはゲーマー感が出ていいわね。ですね。こちらのキーサイズは 15mm、キーピッチは 19mm となっています。打鍵音もせっかくなので聞いてみましょう。ほとんど聞こえないじゃない。そうなんです。スイッチのカチカチなどは特に感じないのですが、押し心地は結構しっかりしていました。ディスプレイはノングレアで、上部には92万画素のマイク内蔵のウェブカメラが搭載されています。ビジネス系のネットミーティングなどには問題なく使えそうです。大型のタッチパッドもついており、ピンチインやピンチアウトなどにも対応しています。では最後に基本スペックのまとめです。CPU は Intel Core i7-12650H、メモリは DDR5 8GB×2 の 16GB。あれ、冒頭の 96GB は、あれはカスタマイズした結果なので、今紹介しているのは基本スペックになります。SSD は M.2 NVMe512GB、GPU は GeForce RTX 4060ラップトップ GPU 8GB GDDR6、無線関係は Wi-Fi 611AX、Bluetooth 5.2、ディスプレイは 15.6 インチ、フル HD、ノングレア、144Hz、OS は Windows 11ホームとなります。大きさは 359.36mm×250.34mm×22.9mm、重さは 1.98kg。本体カラーはブラック&スケルトンで保証期間は1年間となっております。では実際に動かしてみましょう。シュラララ。ではまずは立ち上がりの時間を見ていきましょう。スイッチオン。約7秒ほどで MSI のロゴが出て、約14秒ちょっとでデスクトップ画面まで出てきました。これなら特に不満もなく作業に入れそうですね。それではこのまま性能検証に行きたいと思います。まず最初に SSD の速度も計測してみました。搭載されている SSD はサムスン製のものです。アイドル時で24度、ベンチマークを計測中で最大46度となりました。このぐらいの発熱量であれば全然問題はないですね。結果はリード 3598MB 毎秒、ライト 2518MB 毎秒でした。こちらの SSD はサムスンの PM9B1 というモデルで、PCIe 4.0×4 のリード 3500MB 毎秒、ライト 2500MB 毎秒、ランダムリード 430KIOPS、ランダムライト 400KIOPS が公式値のものなので、ほぼスペック通りの結果になりました。ただこちらはロットによって違う可能性もあるのでご了承ください。では続いて性能検証いってみましょう。シネベンチ R23。それではシネベンチ R23 からやっていきましょう。インテル Core i7-2650H は10コア16スレッドなのでマルチタスクでも十分性能が出せそうですね。では結果を見てみましょう。マルチは11377と12805、シングルは1690、最高温度は96度、アイドル時は45度でした。ネットに掲載されているインテル Core i7-2650H のマルチが15000前後、シングルが1800前後出ているみたいなので、おそらく発熱の関係などでカスタマイズされているため、周りのスコアよりは低い結果なのかなと思います。では次はゲーム系ベンチマークの検証もしていきましょう。ファイナルファンタジー14。続いては FF14 ベンチマークになります。キャプチャーボードのせいなのかなぜか WQHD ができなかったので、最高品質で 4K とフル HD での検証となります。では結果を見てみましょう。まずはスコアから 4K は5413、フル HD は17137という結果でした。GPU もフル HD 向けだし、ディスプレイもフル HD なのでフル HD でこれだけスコアが出てれば良い方かなとは思います。さらにこちらは平均 FPS と最低 FPS になります。4K の平均 FPS は37、最低 FPS は24、フル HD の平均 FPS は121、最低は65という結果になりました。先ほどのスコア同様、フル HD の最高設定でこのぐらいの FPS が出てれば十分かなと思います。では次。ファイナルファンタジー15。続いては FF15 ベンチマークになります。こちらは高品質で 4K、WQHD、フル HD で計測しました。このゲームは重いと有名なので果たしてどのくらいの結果が出たのか見ていきましょう。まずはスコアから 4K が2985、WQHD が5252、フル HD が7679という結果でした。綺麗に解像度に応じてスコアが減っていったような結果ですね。こちらが平均 FPS と最低 FPS になります。
平均 FPS は 4K から29、52、75、最低 FPS は16、23、41となりました。フル HD ではもちろん問題なくゲームはできそうですが、WQHD でもできそうな結果となりました。ただノートに付属されているディスプレイはフル HD なので、WQHD でやりたい場合は外付けモニターが必要ですけどね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077になります。解像度はフル HD のみで DLSS なしとあり、フレームジェネレーションなしとありで比較をしてみました。DLSS の設定はクオリティになります。では結果を見てみましょう。やはり DLSS ありでフレームジェネレーションありのものが一番高く、平均51という結果になりました。普通に何も設定しないと平均 19fps のものが、設定次第でここまで上がるのもすごいですね。ただ最低 FPS は DLSS ありでフレームジェネレーションなしが高い結果となりました。設定を下げれば快適に遊ぶことも問題なさそうですね。では次は実際のゲームをやってみましょう。シティーズスカイライン2。激重シミュレーションゲームシティーズスカイライン2をやってみました。設定はフル HD で、画質設定は高にしてやってみました。映像は人口が約10万人の街になるのですが、かなり重いですね。夜多数雨ということもありますが、FPS が10前後という状態です。画面を超アップにすると FPS が20近くまで増えますが、それでもかなり重いのがわかります。このゲームこんなに重かったっけ？シティーズスカイラインも発展させるとそこそこ重いゲームにはなっていましたが、シティーズスカイライン2は別格の重さのゲームですね。まあ結果としては設定を落とせばできなくはないかなといった印象です。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトになります。解像度はフル HD で、左側はダイレクト X11、右側はパフォーマンスモードになります。ダイレクト X11 でもプレイ自体は問題ありませんが、パフォーマンスモードであればモニターの性能も発揮できて良さそうですね。確かにパフォーマンスモードなら平均で 240fps も出てるし問題なさそうね。毎回思うけど設定でここまで差が出るのもすごいですよね。では次。Apex Legends。続いては Apex になります。解像度はフル HD で、左側が競技設定、右側が最高設定で計測してみました。まずは射撃訓練場から。最高設定でもできなくはなさそうですが、競技設定の方が平均はいいですね。こちらは実際の戦闘での検証になります。リプレイ再生ではないので参考程度にしていただければと思います。実際に銃を撃ったりしていますが、やはり競技設定であれば問題なく遊ぶことができそうです。もちろん最高設定でも遊ぶこと自体は問題はありませんが、フレームレート的には競技設定の方が快適かなと思います。動画エンコード。今回もハンドブレイクと YMM4 で 4K5 分動画をそれぞれ再エンコードさせてみました。結果はこちら。ハンドブレイクが9分44秒、YMM4 が10分12秒という結果でした。エンコード時間がすごい早いわけではありませんが、動画編集とかにも問題なく使用はできますね。はい、ということで今回は MSI のゲーミングノートパソコン、MSI サイボーグ15を見てきました。ねえねえ。いやースケスケ感があって、価格と性能のバランスがなかなか良いパソコンですね。私の話を聞け。何シュラミちゃん。冒頭にあったこれは一体何なのよ。メモリ 96GB。忘れてた。今回のこちらのゲーミングノートパソコンなんですが、MSI の公認サポート店にお願いをすると、保証期間を切らすことなく、メモリの増設などができます。例えば 16GB モデルで買ったけど、使用用途が増えて 32GB や 64GB などに変更したい、そんな声にも対応しているみたいです。また SSD の方も交換は可能ですが、このモデルだと SSD は一つしか搭載できないので増設ではなく、交換となるみたいです。ということで、今回は MSI さんから特別に、MSI 公認シュラララ店で特別にメモリの増設の様子も見ていきたいと思います。何その見るからに怪しいお店。怪しくない。ということで早速分解をしてメモリの増設を行っていきましょう。今回はクルーシャルの 48GB×2 枚の 96GB キットをお借りしたのでこちらを増設していきたいと思います。96GB。そんなの認識できるの？どうやら MSI での事前テストで 96GB まで対応したみたいなので、今回はその最大容量まで増やしてみたいと思います。ちなみにこちらのメモリなんですが、メモリだけで約5万円します。そりゃ 96GB のメモリだから高価なものよね。ちなみに今回は MSI さんから特別に許可を得て分解増設を行いますが、個人的にやると保証の対象外になりますのでご注意ください。では注意喚起もしたので早速開けていきましょう。まずは裏面についているネジが9箇所あるので、それを取り外していきます。ちなみに今回はメディア用レビューなので封印シールがついてなかったのですが、本来はネジ1箇所に封印シールがあり、それを破ると保証もなくなります。
ネジを外し終えたらこのようなピックを使ってカバーの爪を外していきます。あんたがこういう分解しているの珍しいわね。ジャンク品とかだと結構思いっきりやっちゃうんですが、今回メディア用のサンプルをお借りしているので結構慎重になっています。ビビりながら分解するって笑えるわね。だって15万円もするゲーミングノートパソコンですよ。それをもし壊したらと思ったら、弁償してもらうぜ。ってこともあり得るなと思ってビビりながらやっています。公認サポートシュラララ点が効いて呆れるわね。ということで爪を外し終えたので開けていきましょう。オープン。こちらが中身となっています。これはメカメカしくていいわね。今見えているのが M.2SSD ですね。スロットは一つしかないので増やしたい場合は交換になります。この同性部分が CPU と GPU のシェアヒートパイプになります。狭いスペースに詰まってる感がたまらないですよね。そしてこの黒い薄っぺらいのがバッテリーとなっています。あれ、肝心のメモリはメモリはちょうど中央にある黒い四角いスペースのところにあります。それではメモリを交換する前に、ノートパソコンは必ずバッテリーを外しましょう。バッテリーに電力が溜まっている場合、思わぬところでショートが起きたりする可能性があるので外しておきます。コネクタを先に外そうと思ったのですが、かなりキツキツだったので先にネジを外します。ネジを外したら少し余裕ができたので、コネクタを抜いてバッテリーを外します。これでバッテリーが外せました。スマホとかもそうですが、最近のバッテリーはかなり薄いですよね。そしたら次にメモリカバーを外します。こちらは爪で引っかかっているだけなので、それを外して上に外します。手の力だけでは開けられなかったので、ピックで1箇所ずつ開けてあげると開けやすかったです。ということでメモリとご対面となりました。メモリの外し方は両サイドのラッチを開いてあげると取り外せます。こんな感じで斜めに出るのでそれを引き抜いてあげます。初期状態で入っているメモリはサムスン製の DDR5 4808GB×2 枚が入っていました。ではメモリを交換していきましょう。こちら1枚 48GB のメモリです。1枚で 48GB とかすごいわよね。ちょっと前まで 8GB×4 枚とか、16GB×4 枚とかで運用していたのが嘘のようなメモリですよね。てか2枚で 16GB×4 枚よりも多いメモリ量よね。そうなりますね。ということでこれで取り付け完了となります。では取り外した順と逆の順で取り付けていって。実際に動かしてみた時のタスクマネージャーがこちらになります。本当に 96GB で認識しているわね。いや 96GB とかすごいですよね。ところで 96GB なんて何に使うの？とりあえず100個以上 Google Chrome のタブを開いてみたのですが、メモリ 16GB 程度しか使えず、シネベンチ R23 も再度回してみましたが、大してスコアも変わらず。まあメモリが増えただけだし、シネベンチは CPU の性能だしね。FF14 ベンチマークの結果も大して変わらず。確かに誤差の範囲ね。激重のシティーズスカイライン2ならと思ったのですが、メモリ 16GB 付近を頭打ちで大して変わらないし。これはどちらかというと GPU 性能の方がもっと必要そうね。動画エンコードで長さが出るかと思って、ハンドブレークで試してみた結果、これはメモリ 96GB にしたら40秒近く速くなりました。エンコード中メモリ使用量が 18GB ぐらいまで使っていたのでその分差が出たのかなと思います。でも遊んでるメモリが 80GB 近くあるけど。確かに。じゃあせっかくなので最後にラムディスクを試してみましょう。ラムディスクっていうのは、コンピュータのメインメモリの一部の領域をストレージのように利用するシステムのことです。メモリ 80GB 分をラムディスクに変換してみました。メモリ使用率がどんどん上がっていくわね。このラムディスクは超高速なファイルシステムとして使用できるんですが、電源を落とすと内容は失われます。ではラムディスクをクリスタルディスクマークで計測してみましょう。映像は10倍速になっています。リード 8300MB 毎秒。かなり高速なストレージですよね。これは確かに高速ね。速いのはリードだけではないんです。ライト 13000MB 毎秒。そうなんです。これはかなり高速ですよね。確かに高速だけど、メモリ使用率 95% って、すごいですよね。ただ、普段ここまで使うかどうかはわからないんですけどね。ということで今回は MSI サイボーグ 15A12VF859JP をご紹介しました。あんた的にはどうだった？メモリ 96GB を使い切るのは大変ですが、性能と価格を考えるとなかなかいいんじゃないかなと思います。MSI ノートパソコンのキャンペーンが1月8日まであり、今回のサイボーグ15ならマウスとマウスパッドがもらえるみたいです。
ただ一点、これはノートパソコンから30センチ離れた位置で音量測定をしたのですが、シネベンチや FF ベンチなどファンが全開で回っている時は割と音が気になるかもしれません。ノートパソコンの宿命ではあるところですが、音が気になる方はソフトを使って、ファンの回転数などを調節した方がいいかもしれませんね。消費電力の方はアイドル時で 30W、シネベンチなどはだいたい 100W 前後ぐらいでした。これに関してはデスクトップパソコンと比べるとかなり消費電力は少ないのでかなりいいですね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。